おはようございます。おはようございおはようございま。ますす。今回はこの3人でお届けします。ゆうまです。うじです。ニクラスです。来来ました。この3人久しぶりですね。久しぶりです久しぶりね。このいつもこうペアになったら最初にケミ名決めていってると思うんですけど、はい。この3人はももうすでに。うこうケミ名があるので、はい。今回はもうすぐ言っちゃってくださいよ。僕たちのケミ名はニャンニャンジュイ。ニャンニャンジュイです。どういう意味かというと、こう2人の猫とこう僕がウイジュっていう名前なので、こうニャンニャンをこう気をつける意味で、はい、ニャンニャンジュイ。これなんでこうなったっけ？なんかの確か番組の時に決めたんだけど、このちょうど3人になってなんだったっけ？あ、雑誌撮影か。な雑誌撮影のなんかビハインド撮影みたいな時に出たのか。確かにそうだった気がしますな。俺これ結構この名前気に入ったけど。うんね。ニャンニャンジュイかわいい。しかもこの3人で雑誌の撮影もしたからね。ニャンニャンジュイっていう枠で懐かしいな。懐かしいですね。はい、ということで今回はニャンニャンジュイの3人でお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。ということで始めていきましょう。せーの。エンティームのご縁があって喋らせてもらってます。イエーイ。ということでですね、はい。このエンシャベなんですけど、こう視聴者の方の名前がエニシに決定してるんですけど、はい。エニシの皆さんがですね、近況トークをちょっと聞きたいっていうお便りをいつもいただいてるんですけど、ちょっと一人ずつ今日ちょっと近況を簡単にちょっとお伝えできたらなっていうふうに思ってるんで、ありますか？近況だ。最近あったこうやってることとか好きになった食べ物とか。それこそ僕日本に帰ってきて、ちょっと部屋の掃除をしようかなと思ってて、まずは服からこう掃除してて、今着ない服をちょっと処分しました。この前売ったんだっけ？はい。捨てる服は捨てて売る服は売って。ゆうじくんの服着れる人いいね。もしかしたらゆうじくんが着た服確かになんかセカンドショップで見つけるかもしれないですね。別に着たくないけど。もしこう買うエニシがいればいいね。いいね。よくないよ、エニシに。もうちょっと大事にしてよ。新しい服買ってあげれば。じゃあ僕はちょっとメガネかけたいんですけど、僕はメガネいっぱい持ってますけど、前髪が長すぎでかけれない問題があったんですけど、最近はついに前髪切れて、今はめっちゃメガネかけてます。だって今日2人、俺の前に2人いるけど両方とも同じビジュアルしてるもん。メガネに短髪に。僕のこと憧れてますね。確かにみじゅうくんの方が先にちょっとやったからね。そう俺が切ったらニコラスが俺も切りたいなみたいな。いや俺ずっと切りたかったよ。いやただこの髪の毛もっとかっこいい人切ったらもっとかっこいい。まあそれは申し訳ないです。はい。俺は最近なんだろうな、最近中華にハマってて、ほぼ毎日日本に来て毎日中華食べてます。食べてますね。みじゅくんとかこうドラマ見ながら中華食べるのにハマってて、それが近況っすね。中華の魅力って何ですか？魅力こうやっぱジュースとか飲むときにこうめちゃくちゃ合うんですよね。やっぱこう炭酸飲料とか
すごい合いますね。そそれがめちゃくちゃ好きで、中華いいね。コーラと一緒に飲んでます。今一番好きなメニューはですね、気になる。まあチャーハンももちろん好きなんですけど、うん、この前風磨くんとケイヒョンにおすすめされて油淋鶏食べてみて、めっちゃでかい油淋鶏頼んでみたんですけど、それが好きでしたね。いやお肉をそう揚げてちょっと酸っぱいやつで、酸っぱいタレでちょっとコーティングされたやつ、油淋鶏美味しかったですねって感じです。いいね。そしてですね、もう近況も僕たち、はい、カムバックするじゃないですか。そうです、4月23日に僕たちエンティムのサードシングル Going Blind 結露が発売されました。いやー、ありがとうございますありがとうございます。いや長かったですね、ここまで。そうですね。まあここでちょっと曲のポイントというか曲についてちょっと説明させていただきたいんですけど、この曲はですね、力強いロックサウンドと目に見えるものがなくても何も怖くないという意味の込められた歌詞が特徴的な楽曲になってます。本当にたくさん聴いていただけると嬉しいですね。はい。そしてこの振り付けには目隠しを使った振り付けもありますよね。ありますね。なのでパフォーマンスにもぜひ注目してほしいです。そして今回はどこまで言えるかわからないですけど、みんなのスタイリングがとてもかっこよくて、はい、楽しみにしてください。パフォーマンスはね、僕たちのエンティムの YouTube でも見れることができるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで早速コーナーに行きますか。行きましょう。お悩み相談のコーナー。お悩みということでタイトル確かにちょっとなんか普通になってきてるな。お悩み、しかも相談のっていうのがちょっと嫌だ。のが嫌やな。お悩み相談コーナーでということで今回このお悩み相談のコーナーですね、エニシのお悩み相談にアドバイスになるか分かんないんですけど、エンティムなりにお答えするコーナーになってます。ではお便りご紹介していきましょう。まずは僕からじゃあいきます。ラジオネームウィジュの喉仏在住みちゃん確かにウィジュ君の喉仏住めそうやもんなそうですか。はい。私は今年韓国語の専門学校を卒業しました。おめでとうございます。すごいですが、韓国語の通訳をやるにも実力が足りず、どれだけ頑張っても自信を持って話すことができません。韓国の方とお付き合いした経験もありますが、恥ずかしくて韓国語で話すことができませんでした。不足している語学力を相手がどう捉えているのか不安になります。どうしたら自信を持って話すことができるのでしょうか、ということですね。これはもう逆に俺とかニコラス君がなんか言った方がいいのか。ウィジュ君も日本語、そっか、全員ね、一応聞けるしな。なんかありますか。ウィジュ君の多分ファンの方だけど、ウィジュ君のイニシだからねはい。いやでも確かに僕も日本語を勉強して、まずは勉強して喋るまで時間がかかるじゃないですか。でも喋る時にこれ間違ったらどうしよう、みたいなのをすごく心配してて、喋るのが怖かった時期があったんですけど、喋んないと自分がどういう部分が足りないのか分かんないんですよ。確かにね、分かりにくいんですよ。確かになので間違えるのが当たり前じゃんって思えば確かにね確かにね、知らないのが当たり前じゃんと思えば、ちょっと楽に喋れるんですけど、まず違う場所の言語をまず勉強しようとしているその時点でもうすごいからね。そうです、なのでちょっと思い切り勇気を持って喋ってみたらいいかなっ
思います。いいね。でもその通りだね。確かに。でも逆にこう自分の母国語を勉強してくださる人がこう頑張ってこう喋ってくれると嬉しいじゃないですか。確かに確かにね。それを思うと僕もこうちょっと気楽に話せるようになるかなと確かにね思います。いいね。いいっすね。でも周りに僕とかだともう英語できるメンバーもいますし、韓国語をこうネイティブ美塾もいますし、もう普通にこう周りにこう本当に自分のこうできないところをこうちょっとどっちかというと可愛く見てくれるというか、優しく普通にこう見守ってくれる人がいることが重要かなっていうふうに思いますね。それこそこのお付き合いしてたって言ってるのですごい逆にすごいそういうのも可愛かったんじゃないかなって。韓国の方とお付き合いしたの本当に多分その韓国の方もすごいウィジュンのロボット系在住みちゃんさん可愛いと思ったんじゃないかなって思いますけどね。そうですね。僕はイジュドに似てて、とりあえずなんかミスするのは仕方ないので、それを慣れるしかないです、自分が失敗とかミスしたのはそれをもちろん最初は恥ずかしいと思いますけど、でもミスしないとどこが間違えてるか分かんないので、それのきっかけで伸びるのは僕は重要だと思うので、本当に勇気出して一応健康のみんなと会話するためのことなので、楽しくたくさんの人と喋ればいいと思います。です。はい。じゃあもう一つぐらいいきますか。はいはい。ラジオネームくるみ割り人形さんです。私には兄がいるのですが、大人になるにつれ喋る機会が減り、最近は全く話すことがありませんでした。そんな兄が最近実家を出て一人暮らしを始めたのですが、家を出るとなった時やっぱり寂しくて少し涙が出ました。たまには連絡をしたいのですが、普段あまり喋っていなかったからなんて送ればいいかわかりません。エンティムの皆さんは兄弟がいるメンバーが多いと思うのですが、連絡は取り合ってますか？また連絡をするときは何て送ってますか？とのことですね。いやでもちょうどこの3人兄弟いますね。はい。確かに3人ともお姉ちゃんしかも2個上の2個上のね一緒同じだな。これか、お兄ちゃんの感じが多分ちょっと分かんないけど、でもすごい、兄弟そうだな、難しいところもあるよな。喧嘩とかもするし、でもそれこそ逆に離れてからもっと連絡するようにはなりましたけどね。なんかこう例えば応援してくれるし、そういう時になんかこう見たよとか連絡もするし、めちゃくちゃどうでもいい写真とか急に来て、今こんな気分なんだよねみたいめっちゃいい急にそんな送ってきたりするいいな感じなんですけど、これは難しいな。確かにむずいねこれアドバイス。でも普段あんま喋っていなかった。そうだね、ちょっと喋ってなかったってことだもんね。いやでも僕も確か一緒に住んでた時はそんな話したかみたいな話したけど、でもやっぱ離れてからもっとこう仲はいい感じですね。確かに確かに。連絡する時もこう普通にお姉ちゃんからこうブラダーみたいな何してんのみたいなたまに急に来てこれお兄ちゃんから連絡来るんじゃないかな逆に、お兄ちゃんも寂しくなってでもきっとこう
連絡したらお兄ちゃんも嬉しいねきっと嬉しいうんと思うので、こう何でもいいからとりあえずこう元気とか、何してるとか、一人暮らしどうみたいな、そういうので軽くこう連絡してみたらどうかなおとー思いいですね。はいそれです。そうエジが言った通りです、そしたらこのコーナー最後いっちゃいますね。ラジオネームわたあめさん。エンティムのおかげで毎日幸せでいられます。いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、突然ですが皆さんの宿舎に虫が出た時はどうやって退治しますか？強いメンバーはいますか？虫が苦手なので助けてほしいです。あとのことです、はい、無理です。俺は無理だ、マジで無理。なんだっけ覚えてます？一番下の階にセミがマジでやだ。こうセミが部屋に入ってきた時に、夏セミ結構強かったねセミは強いよもう。急にLINE、グループチャットに、セミの写真が送ってきて誰か助けてみたいな。みんな誰も助けれないからね。みんな嫌いだから。だからその時は確か僕がいて、こうカップをかけてこうかけてこう下に紙を敷いてこう外に投げた記憶があるんですけどすごいね。エジだったの。無理だ。すごい。俺虫そんな怖がってないけど、でも無理ですね。僕まあ虫いったらもうとりあえず無視するタイプの虫を無視だけに虫は虫です。虫だけに。でも大体こういう時マキが隣にいたらなんかやってくれるので。確かにね。エジも強いね。やばいね。虫は本当無理だ。嫌ですね。一番苦手なのでもすぐ隣の人僕じゃないですか。でも本当に無理で虫がもうなんか本当に触れないんですよ。だから僕は助けれないですね。ごめんなさい、ダメさん。助けれません。はい、という感じで今回は以上にさせていただきます。はい。皆さんからのお悩み相談お待ちしております。番組概要欄のメッセージフォームからお送りください。はい。ということでまだまだコーナーあります。まだまだっていうかまあ次次のコーナーいっちゃいましょうか。はい。ここまではこだわってるね。この時まではそういきます。ゆるキュンボイス。これ面白いですね。これ今もう僕とユージ君やったけどニコラス君だけまだやってないかな、そう今日はちょっとじゃあニコラス君を中心にじゃあ回してもらってもいいですかね。ということでこのゆるキュンボイスはですね、めちゃくちゃ普通な一言を無駄にささやきボイスで発表する超ゆるいコーナーです。早速じゃあ紹介していきましょう。はい。ラジオネームほぼ水ちゃんからです。赤ちゃんって若いよね。当たり前。当たり前。そんな感じなんだ。いいね、面白い。なんやねんこれ。赤ちゃん若い決まってるもんな。いきますよ。ラジオネームおわんわん。もうおもろい。もうおもろいわな。いきますよ。お風呂に入ってるときめっちゃ濡れてる。いいこと。いやいいねいいねそれ。いいですね。わかった。お水に入るから濡れるんです。それ濡れてるだろ。濡れないのは多分滝です。滝しかないです。早すぎで。はい、じゃあ僕今行きます。ラジオネーム。今言った。
どんな感じにしようかな。普通に言っちゃうか。かっこよくして。ラジオネームチャンノンさん、誕生日おめでとう。1年ぶりだね。これで合ってる。これって合ってますか。1年後の連絡やばいな、誕生日。全然仲良くないもんね。1年1回か。じゃあ次行っていいですか。はい、行っちゃいましょう。ラジオネームうじやシャンプーとリンスを間違えるともったいない。間違えるな。いやでもこれたまに間違えあまるね、もったいないね。す。もったいない。でも髪ちょっとサラサラになるけどね、その分。じゃあ次行っちゃいますね。ラジオネームももち寝ぼけて洗顔料と歯磨き粉を間違えちゃったんですよっていう話。もういい。最後があった。最後がいい。ここは間違えへんわ。いいね。誰も話さんしな。普通じゃない。絶対間違えへんからなそれ。でもありますそんな経験。間違い系。間違い系僕あります。マジ。はい。よくありそうだな。僕は逆にこう寝ぼけて歯磨こうとしてて、そう洗顔料をこう出して入れようとしたら、あみたいな、危なみたいな危なのありますね。えぐいねそれ。はい。危ないよ。でもそれ逆に口まだ顔に歯磨き粉の方がまだマシだもんね。そう確かに。怖いね。危ない危ない。怖いです。そういうエピソードある？俺でも昔にお風呂入ってる時にもう普通に洗顔してたんだけど、こう洗顔してて急に口にその洗顔料が入っちゃったの。でもう自分一人だから息できないの。そのもうきつすぎてみたいになってるんだけど、それをなんでか多分お姉ちゃんかなんでかそれを見てたのよ。そのお風呂俺が入ってんだけどドア多分開けて、そのめっちゃちっちゃい時だからでお風呂入ってこう見てて、こうやって俺がいつもやってんのに、多分それが嘘だと思って全然笑ってんのずっと。俺うわっってなってんのに俺それ本当に10秒ぐらい、もう1分ぐらいだと思ってたの。それなってんの3秒だったらしい。その瞬間3秒しかなかったらしい。かわいい。えぐいよねマジ。10分ぐらいってなってると思ったのに3秒。かわいい。洗顔料はマジであんま口に入れない方がいい。あんま入れないんですよ。入れないね。あんま入れないけど。うわじゃあ行きます。ラジオネームゆかさん、猫が膝の上で寝てると起きない。もう一回ますカット。いや両方使ってほしいな。はい、ドルルルルン。ラジオネームゆかさん、猫が膝の上で寝る猫が膝の上で寝てるぞ、動けない。全然ゆるくボイスじゃない。怒りボイスやもん。動けないで。でも確かに動けないな。気使うもんな猫に。なんか人より気使いません？使うね。動けねってなるね。いやでも絶対嬉しいわ。猫が俺の膝の上で寝てる。かわいそう。結構珍しくない？猫があんまりそんな。確かに猫は確かにあんまこう来ないからね。来てくれたら嬉しいね。今回おもろかったゆるキュンボイス。おもろいね。うまく言えないでお片席。ということで今回は以上になります。はい。今回このゆるキュンボイス、ピュアすぎてキュンキュンしてしまう超普通な一言を募集しております。こちらもですね、番組概要欄のメッセージフォームからお送りください。お願いします。
さてそろそろお別れの時間になってしまいますいや今回も早かったですね。早かったですね。エンシャベはですね Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube で配信中で、皆さんはどれかしらでお聞きいただいていると思うのですが、チャンネルのフォローはお済みでしょうか。チャンネルフォローぜひよろしくお願いします。お願いします。忘れないうちに、じゃあちょっと今登録してもらって、ピピピピピピピ待ちます。皆さんチャンネル登録完了しましたでしょうか。ぜひぜひチャンネルフォローよろしくお願いします。お願いします。エンシャベでは引き続きあなたからのお便りを募集しています。番組概要欄のメッセージフォームから感想や質問、番組で僕たちにやってほしいことなど何でも送ってください。はい。また SNS でもハッシュタグエンシャベをつけて感想など投稿してください。はい。エンはカタカナで、シャベはひらがなでお願いします。お願いします。お願いします。今日はどうでしたか。今日でも楽しかったね。楽しかったね。いや早いな。もうちょっとやりたい。確かに。もうちょっと時間があったらね。ニャンニャン J もめっちゃ久しぶりだったから。確かに。久しぶりのケミで楽しかったね。じゃあ最後いつもの恒例のいっちゃいますか、ゆうじくん。これもコーナーにしちゃったんだもう。まあコーナーだけどね、一種の。オープニング時からずっと五七五考えてたんですけど、それずっと考えてたんだ。全然出てこない。じゃあ最後はゆうじくんの五七五で締めていただきましょうか。はい。いきますよ。エンシャベ。ニャンニャンジュイ。最高だ。今回もこれでやってる。俺も分からなくなったけど。ちょっと惜しいけどね。惜しいけどね。もういっちゃう。はい、今回もお聞きいただきありがとうございました。ここまでの相手はエンティムのゆうまとウイジとリクエストでした。ありがとうございました。